皆さんこんにちは、ミニマルです。私は以前投稿した初心者に教えたい超簡単人物の描き方、あなたはこの描き方を知らないだけという動画の中で、箱と円柱で人体を簡単に描く方法を解説し、現在ではおよそ10万回再生と結構良い反応をいただけたのですが、それと同時にその箱が描けないんだよなというコメントもよくいただいてました。これは初心者向けじゃないなどとお叱りの声もいただき、なるほど、実は箱をかけるということがすでにスキルが必要なものだったのかと気づかされた次第です。とはいえ、箱と円柱をうまく描ければ人体を描くことはもちろん、動物や機械、建物などなど全てを描くことの基礎になると思いますし、人体を描く際には形を捉えるスピードが速くなり、モデルがなくても想像してデッサンができるようになるとも思います。なので、箱が描けないというこの初期段階でつまずく人がいるのはとてももったいない。ということで、今回は何でも描けるようになる初めの第一歩にして最重要課題、立方体をフリーハンドで描けるようになるをテーマにしてお送りします。初心者脱出の鍵はここにあります。ぜひ最後までご覧ください。まず、立方体を違和感なく描けるようになるためには遠近法を身につけなければいけません。この世のすべての物体は縦横奥行きの長さがある3次元でできています。2次元の紙やデジタルのキャンバスに書き写す場合も奥行きのある物体として書けるようになりたいのですが、そのために必要なスキルが遠近法。遠近法というものを単純に言ってしまえば、近いものは大きく遠いものは小さくなるということです。当たり前のことじゃんって思いました？そうなんです。日常生活では当たり前のことですよね。目の前にいる人があなたから離れていってものすごく遠くにいると豆粒のように見えたり、遠くにある小さな建物が近づくと見上げるほどに大きくなったり、近いと大きい、遠いと小さい、これは日常生活レベルでは当たり前のことです。しかし実際に2次元で立方体を描いてみてくださいと初心者の人にお願いすると、途端にこの法則が崩れてしまう、いわゆる逆パースになってしまう人がとても多いのです。私は人間はデフォルトでは遠近法がわからないのではないかという仮説を立てました。そもそも遠近法が生まれたのは15世紀のルネサンス期、人類の歴史からするとものすごく新しい考え方です。それ以前の平安時代などに描かれた屏風絵などを見ても、建物はどこまで行っても平行線で描かれており、奥の方でごまかしが効かなくなった部分を雲などで隠してごまかしているようにも見えます。つまり遠近法は人間にとって先天的に身についているものではないので、後天的に鍛えて獲得する必要があるスキル、特殊技能ということです。あなたが今現在立方体をうまく描けないのは一般的な普通のことで、訓練すれば描けるようになるということです。前置きが長くなりましたが、ここからは早速立方体を違和感なくどんな角度でも描けるようになる練習方法を3つのポイントを踏まえて解説していきます。一番手前はどこにある？さて皆さん、ここで逆パースクイズです。ここにある直方体を斜め上から見るとどのように描けるでしょう？ちょっと動画を一時停止してフリーハンドで描いてみてください。立方体よりも奥行きをイメージしやすい直方体にしました。公園にあるようなベンチを想像して斜め上から見下ろした直方体を描くといいと思います。できましたか？私も描いてみました。これと同じように描いた人はいますか？実はこれ間違っている逆パースの直方体です。初心者の人がこのように書くことがとても多いので、わざと間違って書いてみたものです。どこが間違っているかわかる人は OK です。遠近法がある程度理解できています。わからない人も悲観することはありません。前置きでお話しした通り、人間の脳はデフォルトでは遠近法を理解できていないので、わからないのは普通のことです。これから訓練して遠近法を身につけていきましょう。それでは改めてこの立方体を見てください。さて、あなたから見て一番近くにある部分はどこでしょう？極端に言ってしまえば、これが分かれば遠近法は分かったも同然ということです。一番近い部分、それはここです。ここが見ている人にとって一番手前にあり、ここからどんどん遠ざかっていくほど小さくなっていくということです。先ほど近いものは大きく、遠いものは小さくなるという大前提を話したのを覚えていますか？例えばこの赤い辺とこの青い辺は向かい合っている平行の辺なので、実際の長さは同じだということはわかりますよね。しかしこちらの赤い辺の方が近くにあり、こちらの青い辺の方が遠くにあるので、見た目上の長さは赤い辺の方が大きい、つまり長くなります。
同じようにこの縦の辺もこちらよりこちらの方が近いので長い。上下でもこちらの辺がこちらの辺より近いのでやはり長い。立方体の辺は向かい合っているものはすべて平行線ですので、この単純な方程式、近いものは大きく、遠いものは小さいに従うと、一番手前から遠ざかるものはどんどんこのようにすぼまっていきます。それではもう一度さっきわざと間違えて書いた直方体を見てみましょう。どうでしょう？今の方程式にのっとって改めて見ると、ここが一番手前にあるので、例えばこの辺とこの辺を比べると、手前にあるこちらの辺が長く見えないとおかしいです。向かい合う平行線は遠ざかるほどすぼまります。他の部分も同じです。箱を書くときには一番手前はどこか、これを頭に置いておくことが大事です。平行線は同じ消失点へ向かう。さて、今の大前提を踏まえて箱を書いてみても、平行線の角度をうまく書けない初心者の人がいます。例えばこちら。一見うまく書けているようですが、平行線の角度を間違っているので、立方体が歪んでいる状態です。平行線は我々がいる実際の世界ではどこまで行っても交わることがない線ですが、二次元の絵にすると遠ざかれば遠ざかるほど2本の線が限りなく近づき、見た目上は同じ点に収束していきます。実際には平行線なのでどれだけ遠くに行ってもくっつかないのですが、遠くにいる人物が豆粒のように見えるのと同様、平行線も遠ざかれば遠ざかるほど2本の距離が限りなくゼロに近づくということです。数学的には無限円という考え方のようですが、二次元の絵ではそれを消失点に置き換えます。平行の2本の線は二次元の絵では便宜上1点同じ消失点に集まると覚えておくだけでいいです。めっちゃ遠いので平行線もつながって見えるというわけです。水平線の向こうに伸びている一本道を想像するとイメージしやすいかもしれませんね。では、さっきの間違った立方体の箱に戻ります。今度はどこがおかしいか気づきましたか？立方体の向かい合った線はすべて平行なので、このように伸ばしていくと、すべて同じ消失点に向かうはずですが、この線だけ向かっていません。こちらも同じようにどんどん伸ばしていくと、やはりこの線だけ同じ点に向かっていないです。つまり正解はこうなります。向かい合って平行線は同じ消失点に向かうというポイントを覚えておけば、フリーハンドで箱を書く場合にも、この角度ちょっと急すぎるかなとか、こっちの線に合わせてみようとか、より違和感がないように修正できるようになります。そして練習では見えない奥の線も想像して書いてみましょう。奥の線を書いてみたときにこんな風になってしまうとやはり間違いです。向かい合う平行の線はすべて同じ消失点に向かうという法則を忘れずに、この奥の線も手前の線と同じ消失点に収束していくのでこうなります。奥行きは視線の高さと方向で変わる。最後のポイントは初心者にとって難しい感覚の要素が大きい慣れの部分かもしれません。大前提である近いものは大きく、遠いものは小さいも奥行き感を考慮するとうまく噛み合わない部分があり、初心者を惑わすところです。例えば立方体を斜め45度くらいから見ると近いものは大きいという法則で大丈夫ですが、このくらいまで角度を変えると、手前にあるこの横の辺が奥行きがゼロに近づくために奥にある平行の辺よりも手前の辺が見た目上短くなってしまいます。これは奥行きの見え方を理解する必要があります。奥行き感は何度も立方体を描いてみたり、実際の建物の写真をトレースしてみたりするという地道な作業で身につくもので、これといった時短で身につく方法は思いつきません。ただし、基本的な法則はありますので、それを解説しておきます。例えばあなたが電車に乗っていて外を眺めているとします。向こうにビルが見えると、まずビルの側面が見えます。どんどんビルが近づいてくると、側面がだんだん厚みがなくなっていき、ちょうどこの90度の地点にビルの側面が来ると厚みは全く見えなくなります。ビルがあなたの前を通り過ぎると今度は逆側の側面がだんだん見えてきます。これが奥行き感のイメージです。もう一つ、今度はガラス張りの透明のエレベーターが頭上から降りてくるのを想像してください。一番上ではエレベーターの箱の底面が大きく見えています。どんどんエレベーターが降りてきて、あなたの視線と重なるこの90度の位置まで来るとどうですか？底面の厚みは全く見えなくなります。そしてエレベーターがそのまま地下へと降りていくと、
今度は天井が見えてきて、下に降りるほどに天井の厚みが大きく見えてきます。これが上下の奥行き感のイメージです。物体を見ている自分と物体との距離や高さ、視点の違いによって奥行きの見え方が変わってくるということがイメージできたでしょうか。立方体を描く際に注意したいポイントをまとめると、一番手前はどこにあるか、向かい合う平行線は同じ小視線に向かう、奥行きは視線の高さと方向で変わる。この3点です。以上の3点を頭に置いて、初心者の人におすすめしたい練習方法をいくつか紹介していきます。まず適当に曲線を1本描きます。そしてその中心を立方体が動いていくようにどんどん描いていきます。注意しておく3ポイントを意識して違和感がないように練習していきます。放射状に描いてみるのもおすすめです。このように8方向に補助線を描いておいて、立方体をそれぞれの方向に描いてみます。キャラクターを使って描くのもイメージしやすいです。正面や横からなど適当に人物を描いておいて、その周りに立方体を浮かべていきます。アイレベル、視線の高さを決めておくと描きやすくなると思います。違和感なく描けるように何度も練習するしかないですが、1日10個くらいを絵を描くウォーミングアップにすれば時間はさほどかかりません。うまく描けないなと思ったら先ほどの注意点を再確認してください。またティッシュ箱や円柱を描くならトマト缶など身の回りにあるものを写真に撮ったりして参考にするのもおすすめです。スマホで写真を撮ると大体広角になるので奥行きが強調されて分かりやすいです。また目で直接見るときは片目で見るようにするといいです。両目で見るとブレてしまうからです。3D 素材を参考にしてもいいと思います。クリップスタジオペイントを使っている方はアセットで良い素材が見つかります。立方体で検索して人気順にするとセルシス公式の立方体と有志の方の立方体素材が見つかります。こちらをぐるぐる回してそれをトレスしたり模写したりして練習しましょう。素材のプロパティにパースという項目があり、ここの数値を変えることでこのようにスーパーパースにしたり望遠にしたりできますが、数値は7から10くらいがいいと思います。数値が低いと奥行き感があまり出ない望遠になり、数値を上げすぎるとパースが効きすぎてしまいます。広角にしすぎると中央から離れれば離れるほど歪みが大きくなり違和感が強くなるので、7から10くらいで練習するのがいいと思います。定規にスナップするとそのままグリッドに合わせて箱が描けますが、練習するときはスナップを切ってフリーハンドで描いた方が良いでしょう。またグリッドで検索するとあなたが必要とする唯一の視点グリッドという素材が見つかります。このグリッド素材が秀逸で3次元のグリッドと箱が表示でき、ぐるぐると好きな方向に回すことができます。色分けもされていて見やすいです。好きな角度の箱を参考にしながら描けるのでかなり初心者には助かる素材です。先ほど説明したようにパースの数値はこちらも7から10くらいで練習すると良いです。いかがでしたでしょうか。立方体を描く時の3つのポイントとそれを踏まえて描く練習方法をいくつか紹介しました。絵を描く前に筆慣らしとして毎日10個でも描いてみると立体感や奥行き感がレベルアップする助けになると思いますので試してみてください。違和感なく描けるようになってきたらぜひ私の動画あなたはこの描き方を知らないだけを見て箱から人体をどんどん描けるようになってくださいね。今回の動画は以上です。この動画が少しでも役に立ったよという人はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。